おはようございます。新千歳空港ではなく札幌丘珠空港に来ています。どこかへ移動しようと思います。運航状況を確認してみます。除雪作業の影響に伴い、先発の便のすべてが欠航になっています。搭乗予定の便が運航されるのか、様子を見ているところです。搭乗予定の便については、遅延が発生するものの、出発予定となっています。待つことにします。滑走路の除雪作業は初めて見たかも。除雪してくれてありがとうございます。保安検査場を通過して搭乗口に移動してきました。搭乗が開始されました。運航されるようで安心しました。間もなく離陸するようです。間もなく着陸します。札幌と網走間を陸路で向かう場合との時間差に搭乗都度驚かされます。とにかく早い。女満別空港に到着しました。35分遅れでの到着のようです。運航してくれただけでもとてもありがたいと思います。これから昼食へ向かうことにします。寿司ダイニング月に到着しました。トロサーモン、甘エビ、葉わさびマヨサーモン、カニトリオ、カツホッキ島沿い、ごちそうさまでした。北浜駅に移動してきました。駅の目の前には流氷が見えます。北浜駅はオホーツク海に一番近い駅とのこと。天に続く道に移動してきました。奥には流氷が見えます。おしんこしんの滝に移動してきました。滝の目の前まで近づいてみます。ここからも流氷が見えるようです。そろそろどこかへ移動しようと思います。冬に岬展望台に移動してきました。今回は参加はしませんが、流氷の上を歩くことができるプランもあるようです。ウトロ漁港に移動してきました。流氷を間近に観察できる場所。
よく見てみると流氷に動きがあります。本日宿泊する北拳知床に移動してきました。公共交通機関でのアクセスの場合、札幌駅や女満別空港からのバス便、知床斜里駅からのバス便があるようです。チェックインを済ませて周辺を散策しようと思います。知床世界遺産センターに移動してきました。道の駅の周辺でも流氷ウォークが開催されているようです。北拳知床に戻ってきました。これから夕食に向かうことにします。夕食会場に移動してきました。知床牛と黒トリュフのマッシュポテト、増毛産甘エビ、本マグロ、知床産ソイ、ネギトロ、知床羅臼産寒ブリの厚切りしゃぶしゃぶカニソース、知床産口黒マスと羅臼産つぶ貝のグリル、知床エゾシカのラグーパスタ、知床産黒ハモの茶漬け、かぼちゃ豆腐、知床産青ソイ、所産フグ、知床産長芋の天ぷら。ごちそうさまでした。本日はここまで。おやすみなさい。おはようございます。客室から流氷を眺めているところです。これから朝食へ向かうことにします。朝食会場に移動してきました。知床牛と知床豚のハンバーグ、知床牛コロッケ、ビバリ卵のスクランブルエッグ、江別骨付きソーセージ、十勝ハーブ牛と羅臼昆布スープの米麺、知床牛スープカレー。ごちそうさまでした。大浴場の写真撮影イベントが開催されるようなので参加してみることにします。展望大浴場。流氷を見渡せるサウナ。屋上外気浴スペース。そろそろチェックアウトを済ませてどこかへ移動しようと思います。
能取岬に移動してきました。鹿と流氷。昨日よりも流氷が沖合に移動してしまっているようです。知床連山。位置は分かりませんが、先ほどまで宿泊していた北拳知床がどこかにあるはずです。鹿たちはお食事タイムを継続しているようです。どこかへ移動しようと思います。道の駅流氷街道網走に移動してきました。流氷観光船に乗船しようと思います。流氷が見えてきました。展望デッキへ移動してきました。流氷観光船乗り場まで戻ります。とてもきれい。流氷観光を終えました。今回の旅行の中で一番眺めたかった景色を見ることができました。ホテルのチェックイン後、網走ビール館に移動してきました。ごちそうさまでした。本日はここまで。おやすみなさい。おはようございます。道の駅流氷街道網走に来ています。これから昼食へ向かうことにします。ラーメンだるま屋に到着しました。お品書きに目を通します。ご注文はお決まりですか？ピリ辛ラーメンを注文してみました。ごちそうさまでした。
網走湖ワカサギ釣り会場に移動してきました。網走湖ワカサギ釣り会場では釣り具一式やテント、天ぷらセットなどをレンタルできるため、手ぶらでもワカサギ釣りに参加することができます。釣り具一式やテントをレンタルしてワカサギ釣りに参加してみます。そろそろワカサギ釣りを終えようと思います。全体での釣果は4匹、私の釣果は0匹でした。どこかへ移動しようと思います。ビホロ峠に移動してきました。天候が良くないため見渡すことができないようです。季節が異なりますが、前回訪れた際の眺めを参考までに。これから夕食へ向かうことにします。ラーメン山岡屋に到着しました。辛味噌ラーメンを注文してみました。ごちそうさまでした。女満別空港に到着しました。保安検査場を通過して搭乗口へ移動してきました。札幌丘珠空港行きの便は試用機到着遅れに伴い遅延するとのこと。搭乗が開始されました。離陸を待っているところです。雪が強くなってきました。滑走路まで移動したところで機内アナウンスが入ります。降雪により飛行機の翼に雪が積もってしまいました。そのため一旦駐機場まで引き返し、再度機体の調節作業を行います。出発がさらに遅れますことをお詫び申し上げます。引き続きシートベルトはしっかりとお締めください。除雪作業のため駐機場に引き返すようです。除雪作業が終了いたしました。まもなく出発いたします。シートベルトを腰の低い位置で緩みねじれのないようお締めください。現在、雪が小康状態になっております。このタイミングで、出発したいと思います。しかしながら雪が強くなることも十分可能性としてあります。再度また戻る可能性もございますので、あらかじめご理解お願いします。ご案内終わります。よかった。間もなく離陸するようです。札幌丘珠空港に到着しました。1時間遅れの到着のようです。運航してくれただけでもとてもありがたいと思います。今回の旅はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。